ましたね、荒木トーク店、この車がやっと帰ってきましたね。はい、どうですかね、1年ぶりぐらいじゃないですかね、本当ずっとですね、ちょっと出してたんですけど、やっとトーク店がおお、警戒、構造が変わったんですよ。昔ダメ絶対みたいなのあったじゃないですか、雨の中走ってた時ですね。あれからまあ私もこのストラット足を手に入れてですね、かなりどうですか、いいんですちょっといいですね。加速させて飛ばして、ここで早めに旋回、マジいい。マジですかマジですか、逆走行ってみましょう。逆走、ありがとうございます。やっぱりですね、その M2 台持ちをしたことでノーマルの LPO をですね、なんかこうちゃんと扱えるようになった気がするっていうか、よく質問でですね、はい、ノーマルっていうか標準の方がはい、ロールするじゃないですか。まあロールっていうか見た目的に。見た目もはい、そうですね。でこの DLP、ストラット仕様にするとロールが少なくなるじゃないですか、見た目の。はい、そうですね。なんでですかっていう質問とかがたまにあるんですよ。ああ、なるほど。そこを分かりやすく説明って知っていきます？そうですね、できます。結局ならこの前の標準の LP の前の足がいわゆるシーソーみたいな、私も言葉はわからないんで、なんのようだっていうような感じで比喩表現になるんですけど、例えばシーソーを真ん中で止めてるじゃないですか、LP 持ってる人多分間違えたところはちょっと吉沢さんに訂正してもらうかもしれないんですけど、左の前のフロントタイヤが上がったら、すいません、一生懸命考えてこうやりました走る。じゃあちょっと大丈夫、ドライブしながら行きましょう、はい、ドライブの感じでお願いします、マジでドライブになりますよ。今話の方が重要なんで。そう、はい、走りはだって走りはそうもうほらできるから、大丈夫です。ですね、なんだっけ、それゆっくりすぎないですか？ちょっとドライブしようかなと、目覚ましてですね、もうちょい流すぐらいの感じそうですね、はい、取りやすくですね。もう左のフロントタイヤが例えばなら上がった、いわゆるシャスが縮んだような動き、今縮んでますね。左、例えばここで右縮んだ、左が縮んだ。シーソーだったら右のタイヤって自然ながら伸びるんですよ。右のはい、簡単に言うと左が沈むと右が伸びますね、普通だったらですね。これはストラットなんで、そういうことはないんですよね。車がちょっと左に傾いてるから左沈んだら右伸びるんじゃないですか？それはどっちのあれですか？分かった。その視点が決まってる状態で、そうですね、ちょっと手で表現しますね。例えばこれがシーソーになってます。視点をビスで止めてます。こっちのタイヤにドンと入力があったら、ここが視点なんで、こうモーメント発生しますよね。もう自然ながら、こっちの分が同じ長さなんで同じ量下がろうかする。でもストラットなしでまっすぐ走ってて、ここにドーンって衝撃があったとしても、まずこれだけ縮みます。こっちの足は縮まない。縮むんですけど、それって微妙な遅れが生じてくるんですよ。ボンってつながってないですからね。入力があった。でバネが今度これが伸ばそうとする。伸ばそうとするっていうことは、ここにあった完成ボディ持ってきますね。そっちがいいですね。多分私はそうだろうなと思って、面白い。すごい聞きたい、その話。いや、間違ってるかもしれないですよ。大丈夫です。間違ってる方が面白い。これが、例えばシーソーだったらもう、こうなるんですよね。真ん中視点にですね。こうですね。でもドンと
なんか石を越えた時にまずポンと足が、この車って重いんで、まあですね、ポンと動きます、動いた後にこいつが動き出す、そしてこの足が動き出す、だから一緒なんですよ、結局一緒。足の硬さ、なんだろう、ロールしやすいしにくいっていうのは、パタンとロールしないわけですよ。シーソーだったらパタンとする。なるほど、分かった、わかります。分かった分かった。で右が例えば1センチ上がりました。はいはいはい。そしたら真ん中を支点に左が1センチ下がるということですね。そうですそうです。でもこれの場合は右が1センチ上がる。でも上がっても一旦そこのスプリングが吸収して、はい、そうです。ここが吸収しとるんで、それからその分がねじれていくんだけども、その時に次の入力が入ってきたりとかするから、そうですっていうことですね。そうなんです。見え方としてですね、見え方の違いですね。そうですそうです。そうなんですよ。でそれはなんでそっちがいい悪いではないけど、使い方とか変わりますよね。その動きのその特性をどう使うかってまた走らせ方変わりますよね。変わります。まあ標準の方にはバネがないので、大きくは若干ありますけどね、ちっちゃいやつがあります、ちっちゃいですね、ここにですね。でもやっぱこの車を動かすやっぱバネっていうのは、押して目に見えるぐらいの見えるですね。ちっちゃいものって言えば目に見えないんですよ。だからそれ目に見えるだけが目に見えない量の変化しかないと思うんですよね。はい。で、実際はで後ろも今までなかったんですよね、バネが。そうですね。こっちもですね。ストラットセット後ろもついてるからですね。ストラットセット、はい。こうなかったんですよ。でも実際の車ってこう軸の上にサスがあるじゃないですか。だからやっぱあるのが一番こう、車に近づく構造も似てるし、やっぱそこのだからロールしないっていうか、あれは倒れてたんに近いと思うんですよ。そうですね。そうです。だからなんかそのロールこっちがしにくいって言ってもう一個がしやすいっていうのはもう間違いじゃないですよ。目に見える。そうですね。だから動画を見てのコメントでが多いので、確かに絵で見れば動いてる量、倒れてる量でいけば当然ノーマルの方がいっぱい倒れてる絵はできるので、そうですね。でそれを求めてるわけではないってことですよね。だってここのバネが標準あったからといって、ここのバネを沈めなくてもフロントロールさせれる。そうですね。だからそこも倒れ方の周期が違うと思うんですよ。これは最初からもうロール始まるときにバネのこのバネケースですね、どんどんこう硬くなる、どんどんこう渋くなっていくバネが、だから初期は同じ遠心力のモーメントがガンってかかった時に、最初はバフでいいですね。バフが体調っぽいです。バフってかかった時に最初で動くんですよ、でも後はゆっくりになるんですよ、なんでかというと硬くなるからバネが、でもシーソーの中心軸でこうパタンと倒れるものだったら、もう最後まで一気に倒れてしまうんですよ、最初と最後まで。だから多分走ってて、ロールです。いいですね。言葉はロールでいいと思います。ロールしてるように見えるのは間違いないと思います。そうです。でも縮めてるのをエネルギーとしてイメージしたら、それの反発がこっちだったら使えるから、そこを走りにどう使うかっていうのが、走らせ方が変わってくるっていうことですね。変わってくると思います。なんかどこが面白いですかね、自分的に。こう加速、向こうから今のこっちの円ですかね、半時計回りでしてたら、やっぱ立ち上がってきて、左に乗せ替えて、でそこでこう倒れとったらなんかやりやすいです、走りやすいです。でもその車を今度返すところまでがなんか何かをしようかなっていう気にならない。でもこう一回左に傾くじゃないですか、若干ですね。でそでこうアクセルで煽ってきてると、結局返す瞬間に一番こう溜めたいわけですよね。だからそこまで自分なりのあと何メートルあるな、ところでこうその時のラインと
R の持っていき方で、こう最大限に使いたいところに向かってそこをずっとコントロールしながら使いたいところで最大限その状態を作るように持っていくっていうことですね。コントロール、そうです、最後コントロールしてっていうところかもしれないですね。だからまあいいんですよ。標準も良かったんですよ。標準もいいなと思います。だから分かりやすいですよね。右にもう傾いてる時はもう絶対右に傾いてる動きでしかないからですね。だから0か100かみたいな感じですよね。でこのストラットにするとその間がコントロールできるから、ちゃんとコントロールできたら思ったところで思った最大限の動きで持っていければ最大限の表現ができるけど、そこに持っていくまでが 20%、30%、40%、60% までいこうとするのを 50% に抑えてっていうコントロールがやらないといけないから、それがうまくいかなかったら当然最大限グッと沈めたいところで沈めれなくて決まるのも、最大限じゃないところでなってしまう失敗というか、なんかその失敗が分かりやすい。そうです、失敗ができるっていう感じかもしれないですね。今のが良かった悪かったっていうのが、良くも悪くも出る車。いい悪いとかっていうことではないですよね。どっちがいいどっちが悪いっていうことではなくて、あともう大きく、自分ここがよく走ってるんでここなんですけど、アスファルトだとやっぱりもうこれがないと跳ねますよね。それだけで、これが P タイルだけで私がやってるならば、なんかどっちがいいって聞かれると結構困ると思う。難しいところもあると思うんですよ。そうですね。だから自分の今メッカさんに行って帰ってきてないやつが、低反発スポンジを使ったりとかして、その路面の振動を消すっていうのは結構いい感じでできてたと思うんですよ。ただスポンジだと弾力だから、衝撃を吸収するところまでは行くんだけど、さっき隊長が言ったそのバネがぐーっと沈んでいくと、バネのレートがどんどん上がっていくじゃないですか。縮めば縮むほどバネってバネの反発が強くなっていく状態、そこにエネルギーが溜まっていく感じが、反発力が要は上がっていくっていうことですよね。でその反発力が上がったのをどのくらい上げて反発を使って動かすかっていうところが、やっぱりスポンジだと反発じゃないんですよね。弾力だから、ギューッと縮め込んでいけばいっても、特に低反発スポンジだったらどこまでいっても反発はないんですよ。そうですね。低反発スポンジだったら特に。ただ低反発スポンジじゃなくて普通のスポンジだと逆に今度は衝撃を吸収できないから。吸収できない、反発はしようとするけど。そう。なのでやっぱりまずそこの反発を使うのか、振動を消すために弾力を使うのかみたいなところが、まずいろいろノーマルの状態でも試していくと、実際バネを使う時でもその弾力なのか反発なのかっていうバランスだと思うんですね。で特にこれLP はセッティングとかいらないでできるようにっていうことで、ストラットもオイルダンパーじゃなくて、使わないでできるようにはしてるんですけど、もう実際その弾力っていう今言ってた部分っていうのが普通のショックアブソーバーだと、ダンパーの方、スプリングじゃなくてダンパーの方の減衰だったりとか、やっぱその辺がもっと単純に考えていくと、ノーマルの LP でその辺をいろいろ感じれると、ダンパーの作るイメージっていうのも広がると思うので、その辺もいろいろ世界を広げてもらう、言いながら楽しんでもらえるといいな。そうですね。本当にまだ多分どんぐらい出てるのかは知らないんですけど、半分ぐらいなんですかね、今走ってる人の中でストラットとストラットにしてる人の方がまだ全然少ないんじゃないですか。少ないですね。だってまだ500ぐらい500は出てるのか。でももうキットの方はだってもう何千台出てるんで、でその標準のストラットの時にやっていろいろ試行錯誤して、なんかその走りを良くするためのやってたのを考えてたのは多分今出回ってると思うんですけど、今やっぱ新しく出た
このですね、足の今度動きを今なんかこう作るために、私がやってるっていうのは後ろを軽くしてですね、バネ下を軽くして、もうコードのその抵抗ですね、左右の抵抗、特にですねをなくすような組み方を今もするようなこうメカ配置、これをセダン。でもこれ組んだばっかりですよね、まだ。組んだばっかりです。でもM の方で、もうちょっとやってたんで、なるほど。一発目からこういうもう組んだばっかりですね。もう言うなら今日が1回目って言っていいぐらいかもしれないですね。はい。車が調子いいと遠くの方も走りますね、やっぱり。いや、まだまだ遠くの方はですね、ちょっと遠く点なんですね。ですよね。遠く点が恥ずかしいですが。かっこいいでしょこれ。やっと帰ってきた。でもそう、やっぱちょうど自分がやってる走らせる課題のところを、やりやすい。こうアクセルをこうクラッチを揉むじゃないですけど、アクセルをこうやっぱ実写っぽく見せたんですよね。自分もこうラジコンの撮ってもらう動画を撮りながらでも実写っぽく見せたい。それってなんだろうと思うと、やっぱこうピーキーな動きは絶対ダメ。もっと重くしたりすればありますね。他のなんかラジコンの動画でも本物っぽく見せたような他社の動画があると思います。グリップ走行してるような四駆でほら、河川敷とかを、してる。そうです。あれもめちゃめちゃ多分重くしてあると思うんですよね。あれも見たんですよ。あれ相当ここにもうウェイトはあります。やっぱそうなんですね。でそれをしてもいいです。それもしてる部分もありますよ。もちろんスケール重量までいかないんですけど、でもあとはこうやっぱこう走らせ方でするならやっぱそのいきなり車をこうブワーンと向きを変えすぎない、なのでもかっこよさを表すにはある程度向きをそうパキッと変えたが感ですね。だけどその中にこのやっぱその実写の動きっぽく見えるって言われたいし、自分もそれが面白いので、そこをこう探るところはやっぱ足がないと、なんかやっぱ楽しさが欠けるかなというふうに思います。やっぱりそのノーマルの足とストラット、車がこうセットをつけた時のそうですでいくと、そのリアルを求めてくるとやっぱりストラットセットつけた方が表現力幅が広がるっていうことですかね。コーナーを曲がって出る時にこう、アクセル抜いた時にこうちょっとこう戻る車がこうガーッと踏んで戻すとこう戻る、この動きがやっぱいいですよね。この動きがいいですよ。ずっと倒れっぱなしで行ってるよりもやっぱこうぐん車でこう戻ろうとするじゃないですかね。そういうそうですね。戻ってるっていうことは遠心力が抜けてるようなところか。抜けてはないけど前に戻ってる。横にずっと行ってる方向に遠心力がかかってる、右にかかってるじゃないですか。それに対してタイヤは車に対して前にしか駆動かからないじゃないですか。後ろのタイヤってまっすぐしか、こっちしかいないですね。そのバランスがあるじゃないですか。そのバランスが崩れると戻りますよね。タイヤのグリップが例えば空転してる状態だったら前に押す力って弱いわけじゃないですか。弱いです。だからこうなりますね。空転したらこっち行くかな。そうですね。向こうに引っ張られますよね。だから傾きますよね。で例えばタイヤのグリップがちょっとアクセル戻したタイヤのグリップが回復するじゃないですか。回復すると向こうに引っ張られる遠心力よりもタイヤのグリップは一瞬勝つじゃないですか。そしたら引っかかったような感じになるじゃないですか。リアが引っかかる。それで戻りますよね。戻る。ロールがっていうことですか。ロールが待ってくださいよ今。だからそのままビヤーって踏んでいけば多分戻らないと思います。あっちの立ち上がりとかで良くなる動きかなと思う。今隊長が言ったそのリアが戻ろうとし、その戻ろうとしてるところって遠心力に対してタイヤのグリップ力、前に押し出す力のバランスが変わった時に姿勢も変わります。その姿勢が変わったのはそれを構造で抑えようってするんじゃなくて、それをそのまま持っていくところが一番無駄がない状態で
車をコントロールするような感じになるっていう風に考えると、やっぱそのリアのスプリングもついてた方がよりその辺も感じやすくなるのかな。だから M はセットにリアのバネはついてないんで、だから逆に言うとそれがあることによってやっぱ難しいって言われる方も結構いらっしゃるんですよ、自分がやろうとしてないのに車の姿勢が変わるわけじゃないですか、そうですね、でそう分かってる人はそこで戻りそうだからもう一回アクセルでグッとこう戻らないようにっていうコントロールができる人はそれを使っていけるんですけど、分からない人は戻ってしまった時に要はタイヤのグリップ変化が起こってるので、食う方向になるのか滑る方向になるのか、シチュエーションでいろいろあると思うんですけど、その状況で対応どうしていいか分からないうちに車がもう破綻してしまう。そうですね、だからやっぱりそのなんかKスターの尾形さんとかはない方が走らせやすいですねって言われるんですけど、やっぱりその最初はない状態でしっかりそのフロントのさっき言ったねじれっていうかそこでのコントロールが分かってきて、さらに後ろまで舵を回したのをコントロールするイメージができてきて、後ろのバネも反発を使った動きを取り入れていくっていう風な流れでした方がいいかなと思うので、絶対的にその後ろを最初からつけた方がいいか、そういうわけではないと思うんです。そうですね。ただこの DLP のこの標準の方のストラットセットはそこを求めてもらいたいな、車全体を荷重で回してコントロールして足を使って車を方針後を振り回すじゃないですけど、箱をねじって方針後を振り回していくっていう86のこの動かす楽しさみたいなのを感じてもらいたいんで、ストラットとサイドバーでちょっと補強サイドシャーシを補強して、でリアのバネもこれは右後ろが沈んだ時に左前が沈んだ時には右後ろの対角線上がしっかりバランスを取れるようにバネも前後でちゃんと設定値を一生懸命探して、なるほど。もうバネが変わってしまうともうそこのバランスが崩れると前と後ろ箱が一つで回りにくくなるので、なるほどですね。そこ結構苦労してるんですよ、隊長の知らない間に。でもこれも綺麗に動きすぎると難しすぎることにもなるので、若干そのズレを作りながらこれ隊長でも分かるかなって言って、実は半年ぐらい前までのこういう設定をしてた時にいろいろ試してもらってた時はそういうのをちょこちょこ試してもらいながら、このくらいだったら、なるほど、そんなことだ。そうなんです。勝手に実験マウスとして使わせてもらって、なんて言ってたのか分かんないですけどなんて言ってたか分かんないんですけど、でもやっぱりその楽しいっていう部分と走らせやすいっていう部分のそのバランスというか、全然走れないけど楽しいのもあるじゃないですか、たまに。そうですね、そうですね、はい。全然うまくどう使っていいか分からんけど、なんかこれ面白そうだなって言ってつい走らせ続けてしまうやつ。私としては最近もそっちがいいんですけど、もうでもその度合いですよね。それもコース一周まともに走れんぐらい難しかったらさすがにそれはちょっと、そうですね、やっぱりその走らせるにしてもある程度誰でもちょっとコツをつかめば走れるぐらいの走らせやすいっていうところを残しながらのその分かりやすい車の動きというか、そこのバランスがすごい難しいので、走っててギアが上がるような車がいいですね。ただもこの突然どうした？突然ですね。やっぱそのギアが上がったです。ギアが上がった、話もギア上げちゃいますけど、でそのこのシフトのギアじゃなくて、こう何もなく普通にこうゆっくり最初私が走ってないですか、ドライブのようにの走りと会話ができるぐらいのリアを流した走りと、なんかこうもう一回こうワン段階を上げていく走りでがこの1台でできるような車の方が面白いのかな。だからそのなんだろう、だけど多分引き出せる引き出せないの話だと思うんですけど、そうですね。だからここはこのくらいこのラインを通ってきてうまくこの車速まで行ってこういう操作をしたらここまでこういう動きをしてここまで来るからとかじゃなくて、ではじゃなくて多分
この車のそのいわゆるポテンシャルを、がやっぱ高くないと、いろんなことは練習するちょっと私どもあれが見えなくなるっていうか、そのもう完全にだからさっき言われた乗りやすい車より難しいけど楽しい車、その難しいけど楽しい車っていうのをこう分解すると、なんかそこなのかなって。やっぱ結局この私がやっぱスーパーカーに乗りますとか、例えば毎日そのもうなんですかね、もう1000cc の車でもうもうパワーも乗りこなせる、ベタ踏みしても怖くない、そういう車に乗るっていうよりもやっぱこう例えば持ってないんですけど、ポルシェに乗りますと、の方がこう乗ってやるぞっていうこの気持ちじゃないですけど、ラジコンもそのなんかもう完全にこうもう扱えてしまった、こう多分結構使えるなとか、スピンもしない、車よりもやっぱちょっとこう手抜けばスピンする、喋りながらすると走れない、でも喋らんかったらまあ走れる、そういう車に車が好きとか、運転したい人っていうのはそう思うんじゃないかなと思うんですよ。今から俺がなんかそのこの車に乗ってやるぞみたいな、なんかそのまあもうちょっとこうですね、そのさっと行って走る時にこう自分の気持ちを高めて乗れるぐらいの、なんかその昨日は乗れたのに今日は乗れない、それでもいいと思うんですよね。まだ乗りこなせてないっていうだけなんで、多分ですね。だからまあ少しは難しい方がいいんじゃないかなと結論思うんですけど、ちょっと何言ってるか分かんないです。分かんないでしょ、ちょっとギアが上がっちゃったんですよ1000人中3人ぐらい分かってくれるかな何が言ったんだろうなと思って今ずっと聞いてました。ちゃんとデータ残しとってくださいね。もう一回俺動画で見て何が言いたかったのかをちょっと検証してみようと思います。よし乗ってやるぞみたいな、だから意気込みですよ。常に乗ってやるぞじゃないんですか。いやそうなんですけど、でもそのセッティング次第では、そのもうどんなに角度をつけてもこう、ある程度スピンをしないようなのが作れたりとか、難しいな。でもなんだろうな、難しいな。ちょっと整理してからギア上げてほしかった。難しいでしょ。まあでも程よく難しい方が面白いっていうことですね。程よく難しい。そうですね。なんかよくわからんけど、なんかちょっと難しかった時今話聞いとって面白かったですね。そういうことですね。そういうことを言いたかったんですね。そうです。それもうなんかいろんな人みんな多分噛み砕いてるんですよ。自分の中では噛み砕いてるんですよ。それをただ出してないだけで。で結論ノーマルの状態がロールいっぱいするのに、そのストラットサスにしたら少なくなるじゃないですか。なんでですか。なんでですかっていうのは最初に説明した真ん中に、いやなんでそういう商品を出したんですか。それは何だったかな。で必要なかったらノーマルのままでいいわけですもんね。そうですね。シーソーのままでいいわけですもんね。シーソーのままだと、豆だとですよ。でもシーソーのままでも十分その楽しみ方はあるっていうことですね。なんだろうな。難しいな。さっき言ってましたよね、私。言ってましたね。自分は伝わってるけど、そういう質問に対しての答え、動画に戻ってもらって、そこをもう一回見てもらうから。答えは、いや、なんて返したらいいのかなっていう、そういう問い合わせが来た時に、なるほど。文章なんで、あんまり難しく、長々としても分かりにくくなるじゃないですか。だから、例えば今みたいな質問が文字で来るわけですよ。それに対して、できるだけ簡単な答えで、なんとなくこうニュアンスが伝わるような答え方の正解を知りたい。なるほど。足をからバネの反発、を使えるようになるので、車を、もっと躍動感があるような動きができるような
でも動きが少なくなる、ロールは少なくなるから動きはノーマルの方があるんじゃないんです、躍動感あるんじゃないんですかって言われてます。なるほど、そうくるわけですね。はい、そう来た時はそういうニュアンスでの多分動きが、その今動きを多分見られてる方なんだと思うんですよ。なるほど。それってなんか質問が来て返すような感じはなんかでも、やりやすいんですけど、例えば躍動感、動きの躍動感、動きについては、多分ノーマルの方が横に動きやすいので、それで車をこうロールさせる、でロールをとどめる、もうすでに長いです。長いですね。文章にしてもすでに。なるほど。だからなんて書くかな。ロールを、車の動きを楽しむ、車が、その初期の見て楽しむですね。見て楽しむ、ものです。で慣れたら、ロールさせることに慣れたら、新しい組んでもらって、バネを使って車をロールをとどめる、それを解放する、こういう楽しさをに変えられてもいいんではないでしょうか。なんでですか？なんでですか？初期のものでは動かせない動きがあるからです。でもいっぱい動きます。いっぱい動きます。そこしか多分見られてないから、多分そういう質問は難しいんですよね。いっぱい動くのが良ければ初期のままで全然よろしいです。その後から出たのがいいとか悪いとかいう商品ではありません。その後から出たからいいってわけじゃない、から、そういうことをしたい人のための商品であって、シーソーのやつとこう、足のやつと動きが実際2つあっていいんです、いい方を選ばれてる。ただそれでいい。そうです。そうですね。自分も結局返したのはそんな感じですね。ノーマルの方は、その動き、ノーマルの方は動きを見て楽しんでもらうもの、のがコンセプトです。でストラットセットはその動くものをスプリングなどにエネルギーをとどめたり解放することで、それをエネルギーとして、ロールをエネルギーとして感じて使ってコントロールして楽しむことを目的としたものになりますみたいな。なのでその違いが分かるようになってからでもストラットセットの方は購入の検討はそれからでもいいんじゃないんでしょうかみたいな感じで答えました。でもこれでも結構長いんですよ、文字にすると。そこをなんかこう本当10文字20文字ぐらいでこうスパーンとみんながこう負に落ちるようなコメントが隊長からだったら出てくるかなと思って今ちょっと聞いてみたんですけど。どう結構いいところですよね。多分そうだから大事なのはその感じれる部分がどうあるのどこなのかっていう。でもその感じるっていうのは目で見て分かりにくいので、感じれてない方にはやっぱり伝わらない部分が多いと思うんですよね。でそこってなんだろうって思ってもらってつけてもらって、こういうことかって気づいてもらう人も当然いてもらいたいなと思うし、逆にそれを本人次第じゃないですか、判断は。そうですね、なのでなんか言ってることよく分からんなっていう間は必要ないのかな、でもなんかそこにあるんだなって思うんだったら使ってみてもらって、エネルギーみたいな、このことかなみたいにして気づいてもらう人がいてもいいかな。そこの最終的なこの使うのどっちにするかの判断は本人さん次第なので、それがどっちも選べるっていうような感じでやった方がいいかなと思ったんで、とりあえずは標準のキットにそのストラットセットを別でパッケージしてセットにみたいな感じを今ちょっとやってるんですけど、だから最初に買う時にこれじゃなくて、初期のもずっとどっちでもできます。だから最初に標準で組んで走ってみてもらって、でそれからストラットセットを組んでもらって、でまたなんかちょっとと思ったらまたノーマルに戻してもらって、でそこの2次元と 2.5 次元みたいな感じだと思うんですね。で4読の車は3次元みたいな、そのエネルギーの使い方、コントロールの仕方っていう幅が広がると思うので、そこの3次元を分かるためには2次元の部分でしっかり
いろんなことを感じたことによって3次元のマシン、要は4読のマシンのポテンシャルを今まで気づかなかったところを気づけるとかっていうのもいっぱいあると思うので、そういうのを楽しんでもらえるといいなって思います。まあ私も分かってるか分かんないんですけど、分かってますよ、はい、分かってます、大丈夫です。分かってないかも、ただ走らせてるだけなのかもしれないんですけど、トークとともにでも何か違いますよ。何かもうこれどっちがいいんですか、私も分からないんでやってみてやってみればなんか分かると思います。なんか分かんないです。なんか例えで体調の例えでなんかないんですか。ノーマルの方はこんな感じ。ノーマルの方は多分あれです。もうそう車以外で例えれないですか。なんか車以外じゃなくて、はい、今言おうかなと思ってたのは、その見た目じゃないですか。だけど写真撮った時がいい。写真静止画で楽しむって思うのは初期でいいんじゃないですか。だから倒れてバーンって角度決めててパシャッと撮って、ただどっちでもいいと思うんですよ、その瞬間なんで、でこれってつながるじゃないですか、だから向こうから加速、向こうから立ち上がってきて、足を下ろして飛ばす。だからすいません、大事な話だったんです。すいません、マイクがしたか。だから向こうから立ち上がってきた時をここを全部動画で収めたいっていう時は、これじゃないと、私はもう違和感しか感じない。なるほどですね。連続的なのか、その瞬間なのかっていう、パターンってなるのか、まあでもそのパターンってなるシーソーに私はバネも入れてましたんで、そこも結局こうじわっていけるようにできるんでしょうけど、でも結局でもそっちがそういうコントロールがわからないとその先は使えないですもんね。まあそうですね。だからいいんですよ。私も今変えたんで、昨日一昨日ぐらいですね。いいんですよ。とりあえず2年間ぐらいはシーソーで走ってもらえればそうですね。私も走った人間なんで一回も壊れなかったですけど、そうですね。ぶつけずにはやっぱそこなんですよね。ノーマルが絶対的にやっぱ壊れないですよね。そうですね、そうなんですよ。だから2年間ぐらい走って、そしたらまたなんかすごい足がもしかしたら出るかもしれない。出ないですハイブリッドやりたいです。早くこっちまとめてしまって、ハイブリッドやりたいんで、早くまとまってもらっていいですか、隊長。今日ですか、今日まとめる。そうですね、まとめようかな。何しようかな。とりあえず私もこの足を手に入れましたし、新しくボディを作ってますけど、私としてまだ完全じゃないと思うのが、ここら辺の重量物を作らないといけないかなっていう、結局バネ下を軽くしたのも足をこう動かしたかったんで、まだまだなんか弾かれてる気がするのと、もう少しこうピタッと後ろが落ち着くんじゃないかと、人の乗ってるのでそう思うんですけど、これだけ乗ってたら分からなかったんです。人のがもっとこうペタッと落ち着くんで、それに近づけていくえるようなボディマウントとか、このタンクっぽいやつをつけようかなと思ってます。さて、なんかハンダ付け苦手なんで、わからない教えてくれる人はちょっと来てください。お願いします。宇都宮さんが来てくれますよ、大分から。うわー、マジか。そろそろ私もハンダ付けなら任せろって言われて。マジですか。そうなんですね。何日の何時から来てくださいって連絡すると。すいません。最近ちょっとご無沙汰です。じゃあそれではよろしくお願いします。ありがとうございました。